お寝坊さんの王子様。むかしむかし、あるところに、お寝坊さんの王子様がいました。今日は、お妃様選びの大事な舞踏会の日。それなのに王子様は、ちっともお昼寝から目を覚ましません。お昼寝といっても、もう夕方の5時なのですけれど、着心地のいい絹のパジャマから立派な礼服に着替えて髪を整えるのに1時間はかかるでしょう。メイドたちは王子様を揺り起こそうとしますが、やっぱり王子様は幸せそうに眠っています。もう、食べられない。お妃様候補たちは、もう続々と馬車で集まり始めています。困り果てたメイドたちは、最後の手段、王子様の鼻と口を塞ぎました。王子様は目を白黒させて、ようやくうっすらまぶたを開けました。それでも、また眠ってしまいます。メイドたちは呆れ果て、女王様を呼びに行きました。王子様が恐れているのは、女王様だけなのです。やがて、女王様が舞踏会のために仕立てた豪華なドレスを揺らして王子様のもとへとやってきました。
女王様は無駄だとわかっているので、一言も喋らずに布団をめくり、王子様のお尻をペンペンと叩き始めました。お母様？王子様はまだ寝ぼけまなこです。それでも女王様が怒っているのがわかって、なんとか身を起こして大あくびをしました。そして今夜が舞踏会だと気づいて、慌ててベッドから飛び出しました。メイドたちが着替えを手伝い、急いで髪を整えます。ダンスフロアの大広間に王子様が姿を現したのは、約束の時間を30分過ぎてからでした。玉座に座る王子様に、我こそはと、たくさんの美女が語りかけます。しかしみんな、変な顔をして、王子様の前を離れていきました。王子様は肘掛けに肘をついてぐっすり眠っているのでした。眠り続ける王子様にお妃様候補たちはがっかりして次々と馬車で帰っていきました。最後に一人だけ残ったのは辺境の小さな国のお姫様。輝く金髪ではなく黒髪で、お金持ちの国ではないので、ドレスも地味な色で質素です。でも、誰よりも美しい心を持っていました。お姫様は玉座の前に進み出ると、自分が肩にかけていたショールをそっと
王子様にかけました。その時、いつもは何をしても起きない王子様が、奇跡のように目を覚ましました。君は誰？お姫様はにっこりと微笑んで、名前とお風を召しますよと控えめに言いました。ありがとう。僕は今、とっても眠いんだ。だから、ダンスは踊れないけど、一緒にお昼寝しない？お昼寝と言っても、時刻はもう夜の10時なのですが、お姫様は少し笑って、私でよければ、と一緒にお部屋に向かいました。次の朝まで二人でぐっすりと眠った後、王子様はお姫様の優しさを大層気に入って、お妃様に選びました。二人はいつも並んでお昼寝をして、いつまでも平和に仲良く暮らしたのでした。めでたし、めでたし。